今回の問題。 TFTP は FTP を簡略化したプロトコルです。 FTP は何々を使って信頼性を重視、 TFTP は何々を使って転送効率を重視しています。現在設定されているコンフィギュレーションを TFTP サーバーにコピーするコマンドはコピーコマンドを使って何々から何々へ、 TFTP サーバーで保存しているコンフィギュレーションを現在の機器の設定にコピーするコマンドはコピーコマンドを使って何々から何々へ。当てはまる言葉を考えてみてください。少し時間を置きます。それでは正解の発表です。 TFTP は FTP を簡略化したプロトコルです。 FTP は TCP を使って信頼性を重視しており、 TFTP の場合は UDP を使って転送効率を重視します。現在設定されているコンフィギュレーションを TFTP サーバーにコピーするコマンドはコピーランニングコンフィグ TFTP です。 TFTP サーバーで保存しているコンフィギュレーションを現在の設定にコピーするコマンドはコピー TFTP ランニングコンフィグです。お世話になっております。マサルです。今回のテーマは TFTP です。機器の管理業務において現在の設定や iOS をバックアップしておいたり、逆にバックアップしている設定や iOS を機器に反映させることがあります。そのような場合に利用されるのが TFTP です。今回は TFTP を利用して TFTP サーバーにバックアップする方法を勉強します。具体的な動画の流れは TFTP とは何かを勉強して、その後にパケットトレーサーを使って実際に TFTP を使ってみたいと思います。それでは始めていきましょう。まずは TFTP について勉強していきましょう。TFTP はトライバルファイルトランスファープロトコルの略です。トライバルというのは些細なとか軽いという意味を持っています。なので TFTP は簡略化された FTP だと思ってください。FTP というプロトコルはなんとなく皆さん聞いたことありますよね。FTP はファイルトランスファープロトコルの略で、ファイル転送を行うためのプロトコルです。なので TFTP は FTP を簡略化したプロトコルです。FTP は TCP を使って信頼性を重視していますが、TFTP の場合は UDP を使った転送効率を重視したプロトコルになっています。TFTP は機能がとてもシンプルなのでよく利用されています。どのように利用するのかについては実際に見ていただいた方が分かりやすいと思うので、早速パケットトレーサーを使って TFTP を使ってみましょう。その前に少しだけお知らせをさせてください。私はネットワークを基礎から学んで CCNA を取得するためのオンラインコミュニティみんなの勉強部屋を運営しています。エンジニアとしてネットワークの知識は知っておきたい基礎知識となっています。コミュニティには現在ネットワークエンジニアとして働いている人だけではなく、ネットワークの勉強をしてみたい人様々参加してくれています。ぜひコミュニティを活用して横のつながりを作り情報交換してみてください。興味を持ってくださった方は紹介動画、参加 URL を概要欄に貼ってますので、ぜひ一度ご覧ください。では TFTP を使っていきたいと思います。 IP アドレスの設定はすでに完了しています。念のため TFTP のクライアントから TFTP サーバーにピングを行い疎通確認をしておきましょう。クライアントからサーバーに問題なく通信できていることが確認できました。では TFTP サーバーの設定を見ておきましょう。 TFTP サーバーのサービスの TFTP を選択してサービスがオンになっていることを確認しておいてください。 TFTP サーバーにはデフォルトで様々なファイルが格納されている状態です。では TFTP サーバーに現在の設定をバックアップする工程を一緒にやってみましょう。ルーターを選択して設定をバックアップする前にルーターのホストネームを変更しておきましょう。ホストネームを A と変更しておきます。ホストネームが A に変更されています。ではこの状態でランニングコンフィグを TFTP サーバーにバックアップします。コピーコマンドを利用するときにはグローバルコンフィギュレーションモードではなく特権モードで行いますので、ここは注意してください。コピーランニングコンフィグ TFTP コロン、このコロンも必要なので注意してください。このコマンドでランニングコンフィグを TFTP サーバーに送りますというような指示になっています。では実行してみましょう。実行すると TFTP サーバーの IP アドレスもしくはホストネームを聞かれます。今回は IP アドレスで TFTP サーバーを指定しましょう。 192.168.0.2 を指定します。次にバックアップする際のファイルネームを聞かれます。括弧内がデフォルトの値です。ホスト名 -config という命名規則になっているようです。このままで問題ないのでエンターを押します。するとあっという間にランニングコンフィグの情報が TFTP サーバーに格納されたようです。
では TFTP サーバーの中身を見てみましょう。このように aconfig というコンフィグのファイルが TFTP サーバーに格納されていることがわかります。TFTP を使うとシンプルにファイルの移動をすることができます。では続けて TFTP のクライアントでホスト名の変更をしておきましょう。今度はホストネームを B に変更します。ホストネームを B にした状態で先ほどのホストネームが A だった状態のランニングコンフィグの情報をダウンロードしていきたいと思います。コマンドは copy tftp ランニングコンフィグです。TFTP サーバーから現在の設定ファイルへコピーします。では実行します。TFTP サーバーの IP アドレスを聞かれるので 192.168.0.2 を指定します。そしてファイルネームを聞かれます。TFTP サーバーでは様々なファイルを準備しているので今回の aconfig を指定しましょう。画面を上にスクロールすると aconfig という文字列があるのでこちらをコピーしてもらってペーストで貼り付けてください。そしてエンターを押します。送り先のファイルネームの情報を設定することができますが今回はランニングコンフィグのままで大丈夫です。そのままエンターを押してください。無事に TFTP サーバーからダウンロードすることができているようです。この状態でエンターを押すと先ほど B だったホストネームが元々の A に戻っています。今回は一緒に TFTP を使ってみました。実習は以上です。お疲れ様でした。それでは今回の動画のまとめです。TFTP は FTP を簡略化したプロトコルです。FTP は TCP を使って信頼性を重視しています。TFTP は UDP を使うことによって転送効率を重視しています。現在設定されているコンフィグレーションを TFTP にコピーするコマンドは copy running config tftp です。コピーコマンドは特権で行うこと。TFTP の後ろにはコロンが必要です。TFTP サーバーで保存しているコンフィグレーションを現在の設定にコピーするコマンドはコピーコマンドで tftp running config です。並びの順によって全く違う意味になってしまうのでコピーコマンドを使うときにはどこからどこへというのをしっかり意識して使うようにしましょう。それでは今回の動画は以上です。もし今回の動画がお役に立てば高評価、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。